自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。想像してみてください。英語ができたらどんな未来が待ってると思いますか？海外旅行で自信を持って話せたりするのはもちろんですが、チャットで世界中の人とつながっていろんな価値観に触れることもできるようになりますよね。また最近はいろいろな問題はあるかもしれませんが、日本でも海外の方が増えてきているので、日本にいながらも英語を使える機会がますます増えてきましたし、この目まぐるしい世の中で英語が使えるようになれば、いろいろな暮らしの選択肢が増えてきますよね。今更英語なんて無理よ。そんな風に思ってる方いらっしゃいませんか？でも実は今更じゃなくて、今だからこそ英語を始めるチャンスなんですよ。なぜ今がチャンスなのって思われるかもしれません。理由は大きく2つあるんです。まず1つ目は自由な学び方ができるからです。学生の時を思い出してみてください。英単語の記憶、長文の読解とか、あんまり楽しい思い出がない方も多いのではないでしょうか。でも大人になった今は自分で学び方を選ぶことができますよね。2つ目は環境です。今は誰でも気軽に英語に触れられる環境が整ってるんですよ。その代表がチャット GPT なんです。もはやインターネットさえ接続できれば誰でも簡単に AI を使える時代になったんです。でも実際に何から始めたらいいの？そう思った方に今回ご紹介したいのが NHK の英語番組にも携わった木島道夫さんが書いた本、今からでも遅くない60代からの英語の学び直し術です。この動画では私自身がこれは本当に役立つと感じたポイントをギュッと絞ってお伝えしていきたいと思います。今回の動画がためになったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今回もストーリー形式で進めていきたいと思います。今年会社を定年した65歳の進さんです。本日はよろしくお願いいたします。はい、本日はよろしくお願いいたします。ステップは全部で3つです。このステップで進めていき、ぜひ英語を使えるようになってくださいね。まずステップ1は中学英語の基礎をマスターするです。進さん、中学英語って聞くとどんなイメージがありますか？いやー、だいぶ昔のことなんで正直もうほとんど忘れちゃってますね。そうですよね。でも実は中学生の時に学んで勉強したのに結局意味なかったよなと思っていた中学英語こそが英語の土台なんですよ。そうなんですか？そうなんです。例えば語文系、これはめちゃくちゃ重要だったんですよ。なんかそんなこと勉強した気がしますね。でもすっかり忘れてしまいましたよ。そういう方にぜひ最初にマスターしていただきたいのは第二文系と第三文系の2つだけです。2つだけならなんとか覚えられそうですね。ですよね。例えば I am happy、 これは第二文系、 She eats sushi、 これは第三文系です。なるほどね。どんな文章がどの文系かって例題がないとなかなか勉強できないですね。そこで生成 AI の出番なんですよ。例えばチャット GPT に第三文系の例文を5個出してと聞けば、こんな風に例題を出してくれますよ。便利な時代になったもんですね。ですよね。で、自信がついてきたら今度は穴埋め問題を AI に作ってもらって問題を解いてみましょう。例えばこんな感じで穴埋め問題を作ってくれますよ。穴埋め問題も作れるんですね。すごいな AI。いや、すごい時代になりましたよね。そして次に挑戦していただきたいのが完了形です。これは過去から今までの流れを表す英語独特の表現ですよね。ハブプラス過去分詞ってやつですね。こういう考え方普段しないから日本人はイメージしづらいですよね。そうですよね。ここで一つ例文を出してみると、例えば I have lived in Tokyo for 10 years とかですね。ちなみにチャット GPT を使って完了形の例文を出してといえば、いろんな例文を出してくれますよ。チャット GPT って本当に何でもできるんですね。はい。そして最後にご紹介したいのが家庭法です。ちょっと難しそうに感じるかもしれませんが、実はとても面白い文法なんですよ。家庭法、なんか昔苦手だった記憶がありますね。例えば If I were younger, I would travel the world。 もっと若かったら世界中を旅するのにっていう現実とはちょっと違う想像の世界を表すのが家庭法なんです。
でも、なんでわざわざそんな表現があるんですか？そう思いますよね。でも妄想したい時って日本語でもよくあるじゃないですか。もし宝くじが当たったらとか、もっと早く始めたらなとか、英語でもそれと同じように現実とは違うタラレバの世界を表現したい時があるんです。ああ、確かにそれはよく言ってますね。で、英語では現実と違うっていうのを示すためにあえて過去形を使うんですよ。今とは違う世界を話してますよっていう合図ですね。なるほど。過去の話ってわけじゃないけど、今じゃない世界ってことなんですね。その通りです。だから今こうだったらいいのになって思う時に使えるすごく便利な表現なんですよ。次のステップはさらに生成 AI をフル活用するです。進さん、英語を使えるようになるには何をしたらいいと思います？英語を話すとかですかね。そうです。英語を話すとか英語を書くといういわゆるアウトプットがとっても大切なんですよ。ここでは3つのアウトプット方法を説明していきますね。まず1つ目は英語で日記を書くです。日記ですか？ちょっとハードル高いかもですね。もちろんいきなり長文じゃなくて OK ですよ。例えば公園に行ったとかラーメン食べたとか、それを英語で書いてみるんですよ。例えば I went to a new restaurant みたいに。なるほど。一文だけなら気軽にできそうですね。そうなんです。そして書いた日記はぜひチャット GPT に添削してもらってみてください。例えばこの文章間違ってるなら添削してと言って文章を貼れば添削してくれますし、この文章を違う表現で言いたいと言えば別の表現をしてくれますよ。なるほど。昔は先生に検索してもらうしかなかったけど、ちょっと恥ずかしさもあってやってませんでした。チャット GPT なら頼みやすいですね。あと別の表現をしてくれっていうのも自分では思いつかないから、これ助かりますね。そうなんです。そして別の表現については英語日記にメモしておけば他にどんな使い方あったっけって思った時に使えますよね。なるほど。そうやってアウトプットの種類を増やしていくといいんですね。まさにその通りです。そしてアウトプットの2つ目は英語の独り言です。この独り言はめちゃくちゃ強力ですよ。例えば、進さんがお散歩していたとします。その時に公園がありました。そこで英語の独り言を考えてみるんですよ。I love this park とか Kids are playing baseball みたいに見たこと、感じたことをそのまま英語でつぶやくんです。まずは第二文型と第三文型ならなんとかできそうかな。その調子です。子供の時って日本語でいろんな独り言をしましたよね。これが日本語をペラペラに話すために役立っていたんです。上智大学名誉教授の吉田健作先生曰く、英語の独り言についても語学習得に非常に効果的だと提唱してるんですよ。そして3つ目は、これ1と2が慣れてきたら挑戦してほしいんですけど、生成 AI と討論してみていただきたいんです。討論ですか？それは難しいかもですね。そうなんですが、相手は生成 AI ですし、本格的なアウトプットができるので、これ飛躍的にレベルアップしますよ。テーマは何でも OK です。例えば、老後の過ごし方とかはホットなテーマになるんじゃないでしょうか。ただいきなり1対1で話すのは抵抗があるという場合は、最初は AI 同士に議論させて雰囲気をつかんでから自分も参加するという方法もできますよ。最悪英語で表現できないと思ったら日本語で書いてみて、これって英語でどうやって表現するのって聞けば教えてくれます。ちなみに一部だけ文章を記載するとこんな感じでディスカッションできます。なるほど。これなら生きたアウトプットができそうだし、興味深いテーマを選べばモチベーションも維持できそうです。最後のステップ3はカジュアル英語に触れてみるです。進さん、YouTube とか英語の動画って見たりします？YouTube はあんまり見たことないですね。今っていろいろな英語の動画が YouTube に上がってるんですよ。特に最近は Vlog っていうスタイルで日常の様子を発信する動画が流行ってるんです。そしてこの動画がネイティブの英語を聞くのにいいんですよ。そうなんですか？でも難しいんじゃないんですか？確かにスピードは速いんですが、使ってる言葉は中学英語が中心だったりするんですよ。例えばこんな Vlog チャンネルがあります。旅行とか日常系の Vlog なら英語の勉強っぽくなくて続けられそうですね。
まさにそれが狙いです。これカジュアルな英語をたくさん聞くと、こういう場面ではこう言うんだなって自然に覚えられますし、何より楽しいですよね。それに今の YouTube って字幕機能がついてるんで、何を言ってるかを確認することもできるんですよ。なるほど、それは便利な機能ですね。使いたい表現はメモしておいて、自分でつぶやいたり、英語日記で使ってみると良さそうですね。おっしゃる通りです。Vlog は英語を楽しく続けるにはもってこいなんですよ。今回ご紹介したステップ2と3は繰り返していくと英語がどんどん上達していきますので、ぜひ時間をかけて楽しく勉強して実際の英会話に活かしてくださいね。わかりました。時間がたくさんありますので、ゆっくり勉強していきたいと思います。本日はありがとうございました。